おはようございます。うりうりばあちゃんです。今日は昭和30年代40年代に瀬戸内海のコンビナートの町で少女時代を過ごした私の記憶ナンバー2でございます。地方の隣は全身入れ墨の入ったおじさんが住んじょっちゃったです。どうして入れ墨が入っているのを知っちょったかというと、夏は上半身裸で捨ててこだけで歩きよっちゃったんです。冬は寒いけ服を着ちょっちゃったと思うんじゃけど、記憶のおじさんはいつも入れ墨だけで歩いちょっちゃった。ちなみにそこのおばさんは清水だけで歩きよっちゃった買い物に行くときは肩にタオルをかけていました。清水だけで買い物に行くのはちーと、でも肩にタオルかけちょったら外出着として OK だったようです。おじさんの職業はとびといって建設現場の高いところで作業をする人でした。今でこそ肩着の人も入れ墨してますが、その頃はその筋の人しか入れてませんでした。わしも若いうちはちーとぐれちょっての若気の至りを言うことらしいです。指には大きな金の指輪を何個かしちょっちゃった思います。よう覚えちょらんのじゃけどね、確か小指はねなかったと思うんよ。あんまりおじさんの手見たことはないけど、なかったと思う。私の家は道路がこうあったらおじさんの家が1個2個ってこう中へこう袋小路みたいになったとこやったの、私方。そしてこう中入って1軒あっておじさんの家があって、その奥が私の家だったんです。道沿いの窓が開いていれば通るたんびに家の中が全部見えたの。この家にはよう数人のおじさんらが集まって花札博打をやっていました。それはもう近所中の人らが知っちょった。だっていつもね窓開けっぱなしにしてほじゃほじゃってやるよってんじゃもん。だってこうやって見たら中ベベベベとってふにょんふにょんってやりよるのが見えるからいつもよう見よったし、もう誰もみんな知っちょっちゃったわけ。うちのお父ちゃんも今日も博打やりよるとか言うてね、近所中でもみんなそう言うて おじさんらが集まっちょるの見りゃ、また今日もあそこのうちは博打じゃのとかってねよう言いよったよ。で、私が学校帰りのある日ランドセルを背負ってこの家の縁側に差し掛かった時、こうランドセル背負ってルンルンルンってここで縁側に差し掛かった時に、向かいの餅屋の辺からカメラのシャッター切る音がしたの。ほいでたまげて音する方に顔を向けたの。そしたらカメラを構えたおじさんと目が合った瞬間、シャッターがバシーって押された。子供ながらにそのおじさんは博打の現行犯の証拠写真を撮ろうとしていた警察官じゃないかなと思った。私服じゃったよ、でもね。だけど多分警察の人じゃろうと思った。でもこの証拠写真には私の顔しか写っちょらんと思ったの。そしたらよ、私が博打した現行犯として捕まるかもしれんじゃろ。顔が私しか写っちょらんのんじゃけ。冤罪に巻き込まれるかもしれん。私の一大事です。ちなみに当時は冤罪なんて難しい言葉は知りませんでした。とりあえず大変なことになりました。その後警察が私を迎えに来るのではと怯えて過ごしました。でも私は博打をしていないからしっかり濡れ衣であることを言おうとも思ってました。家族にも誰にもこのことを話さず、警察が来た時のシミュレーションを重ねました。その後おじさんたちが捕まることも、私に濡れ衣がかかることもなく、
そのうちそのことはすっかり忘れていつものように遊びに熱中しましたというのが今日の私の記憶でございます。来週はこのおじさんのうちが鶏こうちょった話になるかもしれん。まだ来週のことは決めておらんのんですが、また来週も私の記憶に続きます。今日は聞いてくださってありがとうございました。